宗像大社は3つの宮の総称です。本土に鎮座する越宮、福岡県最大の島大島にある中津宮、そしてそこからさらに 49km の絶海に浮かぶ神宿る島沖ノ島の沖津宮。これらの宮の名に含まれる津という漢字、これは古くから渡りとも読まれました。つまり宗像大社は島と島を結ぶ海の道そのものを司る社なのです。御祭神は天照とスサノオの受け入れなった市来島姫の神、多吉姫の神、田堀姫の神の三女神、宗像の女神ということで宗像三女神と呼ばれています。彼女たちは大陸へと続く海上ルート、海北道中を守る神として古来よりかしこまり敬われてきました。後の遣隋使や遣唐使よりもはるか昔、すでに宗像はこの過酷な海上ルートを切り開いている海族でした。当時の人々にとって大陸や半島との交流は未来の技術や思想が運ばれてくる希望に満ちたシルクロード。しかしその道はあまりにも険しいものでした。当時の船は現代から見ればあまりにも脆弱なもの。羅針盤もなく一度漕ぎ出せば頼れるのは太陽の光と夜空の星だけ。一度嵐に遭えば行く先を見失い、それは即座に死を意味しました。そんな時代になぜこのルートが選ばれたのか。それは宗像から大島、沖ノ島を経て対馬へ、そして朝鮮半島へと至るこの道が日本で最も島と島の距離が短い最短ルートだったからです。波に揉まれ死の恐怖と戦う船乗りたちにとって水平線にうっすらと浮かぶ次の島影が見えた瞬間、どれほどの安堵を感じたことでしょう。島が見えるという安心感こそが異国との交流を支える唯一の命綱だったのです。宗像三女神はこの険しき道の守護神であり、暗闇を照らす導きの神。それゆえに神々の中でも最高級の継承である無知の名を贈られ、道主の無知、すなわちすべての道を司る最も尊い神として崇められたのです。天照は三柱の女神に言いました。三女神よ、半島や大陸の要衝である宗像の地に降って歴代の天皇をお助けしなさい。そうすれば歴代の天皇があなたたちを祀るでしょうと。この進捗は宗像三女神が天皇皇室を守護し、天皇家が宗像三女神を最高レベルの神として祀るという互いの関係性を表したものです。宗像大社はこの三女神を越宮、中津宮、沖津宮にそれぞれを祀り、まさに島から島への渡りを守護し、半島や大陸に導いたのです。宗像三女神はあなたの人生も船の羅針盤のように幸せな方向へ導いていただけることでしょう。